H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。東京1日へようこそ。皆さんこんにちは。私の名前はタオシンです。それでは皆さんの幸運と健康、そして幽霊が出ないことを祈ります。誰もがいつも新しい服や帽子をかぶっています。家族の長老たちも私たちに赤い封筒のような服装をしてほしいと思っています。赤がなくても、喜びを加えるために赤がいくつかあるはずです。赤は富を引き寄せ、磁場を強くする可能性があるからです。多くの事件について聞いたことがあるはずです。誰かが憎しみを持って死ぬことを選択した場合、彼らは通常、自分の磁場を高めて憎む人に復讐するためだけに赤い服を着て爪を赤く塗ります。そのため、赤い服を着た幽霊を見たという人もいます。しかし、白い服を着た幽霊を見る人もいますが、それらはすべて幽霊です。なぜ赤い服と白い服に分かれるのでしょうか？実は服ではなくオーラだという人もいます。アニメを見るのと同じように考えることができます。誰もが磁場とも言える一種のエネルギーを持っています。色に関しては、白はさまよう霊、赤は悪霊を表すという人もいます。この発言には文化的背景や継承理由があり、地域や文化が異なれば解釈や理解も異なる可能性があります。緑は転生できない精霊です。黒は精霊または悪魔、つまり訓練された幽霊です。赤いのを見たらすぐに逃げなければなりません。黒いのを見たら基本的に逃げることはできません。今日はタオシンが赤い服の幽霊について話します。超自然的な物語の一つは超自然コミューンからのもので、もう一つは観客の主観からのものです。以下の物語はダウジングへの一人称で語られます。これは私の未体験です。私は約10年間不動産業者として働いていました。ある日、旅行中に赤い服を着て家で炭を燃やしていた人が亡くなったというクライアントの話を聞き、詳しい状況を聞きに行ってみました。地元の近所の人や警備員に尋ねましたが、あまり多くを明かそうとしなかったので、私は一人で去りました。中に入ってみてください。ドアを開けると爽やかな香りが出迎えてくれます。内部の広さは約60平方メートルで、真新しい装飾が施されています。こんな家がどうして売れないんだろう、と思いました。とても美しい、彼女は突然やってきました。形は見えませんが、感じました。この時、私は彼女とコミュニケーションをとっていました。付き合って別れた方がいいと説得してるうちに、彼女は実際に出て行ったので、そのまま離れてください。あなたがこの家に固執しても無駄です。彼女は私を無視しましたが、私は彼女が私を睨んでいるのを感じました。次に、前の所有者が残したものを調べました。将来、家を売ることになったら、捨てなければいけないものも出てきます。その後、ドアを閉める前に、私は次のような数踏みを書きました。立ち去らないなら魂を失うまで殴ってやる。それから家に帰り、その夜は寝ました。寝た後はシャツを着て抱きしめました。ジアンは朝、家を見ていた場所へ行きました。この時、夢の中に彼が現れました。彼女は、私が築き上げた富とキャリアはすべて夫によって破壊されたと言い始めました。彼の愛人との関係は私にとってすべてを台無しにしました。夢も努力も奪われたくない。これらは私のものです。私は長い間彼女を説得しようとしましたが、それでも彼女は聞く耳を持たず、私を直接攻撃しました。反撃する以外に選択肢はありませんでした。一晩殴られた後、翌日目が覚めると、全身が筋肉痛で背中が痛んでいることに気づきました。彼女は赤いドレスを着ていて、とても嫌悪感がありました。深い幽霊が本当に強すぎたので、私はすぐに仕事に行く準備をし、近くのその家の状況を尋ねたいと思いました。その後、同級生を見つけて、その家で亡くなった同じくらいの年齢の赤い服を着た女性がいたかと尋ねました。40か何か？クラスメイトが突然全身鳥肌を立てて私に尋ねたので、鳥肌が立ちました。どうやってこれを知りましたか？あまり質問しないように言いました。
彼女はどうやってその場を去ったのでしょうか？この時同級生は、家族が帰宅してすぐに救急車を呼んだので家の中で亡くなったわけではないと話していました。しかし、病院到着後3ケラ4時間ほどで退院した。この時、私はこう思いました。恨んではいけないのです。とても重くて扱いやすかったです。その夜私が眠りについた後、私は制服を着ました。そして男はそれを持って彼女を探しに家に行きました。それを見た瞬間、私は戦い始めました。それからまた夜が明けて、私は通常の位置に戻りました。どうやら負けた。鏡を見ると、私の顔は何十日も寝ていないかのように真っ黒です。彼女は死にかけている人のようでした。今日は仕事に行かず、午前中は家で寝ようと思いました。しかし、私が眠りにつくとすぐに彼女は再び私の家に来て私を探し、私と喧嘩を始め、最終的に私は重傷を負いました。返事際、私は血を吐いて起き上がりました。起きた時はもう終わったと思ったのですが、本当に困ってしまいました。その結果、私は急いで仏道の師匠のところに行き、先生に対処を手伝ってもらいました。私が講堂に座るとすぐに先生が私を叱り始めました。あなたは本当に自分の能力を過大評価しています。あなたには才能がありますが、自分の能力の範囲内で行動する必要もあります。あなたが子供を倒すなら、あなたはあなたを倒すために最も大きなものを選ぶことができます。あなたは死を探しています。先生、私を助けたいですか？先生はまた私を叱り始めました。私は何十年もお寺を経営してますが、あんなに白い目で見られたのは初めてです。不動産屋になってお金を稼ぐだけです。どうすればこの赤い幽霊を挑発できるでしょうか？孫悟空の生まれ変わりですか？この種の遊びはあなたの命を犠牲にすることさえあります。その叱責を聞いて私は言い返しました。私は用事は終わった。そして何か問題が起こったと言いました。それで私はただ逃げました。必ず原天神が7世間で売ってくれると思った。主情を救うために戻ってきた女性。頑固な幽霊が言うことを聞かないなら、世界に害を及ぼすために彼女をそこに泊まらせるべきでしょうか？私の顧客についてはどうですか？それなら私がやります。やりません。やってもいいですか？やらないよ。そうすると、顧客に損害を与えることになるのではないか？この時、先生は首を振ってこう言いました。まあ、結局のところ、この問題はすでに仏様が解決してくださったので、私はすぐにひざまずいて仏様に感謝し、先生に別れを告げて家に帰りました。帰宅後、夜中に眠ってしまいました。間もなく、一筋の赤い煙が立ち上った。彼女は私のところに来ました。はい、でも私はもう終わりです。壊れた鎧も武器も持っていない。この時、彼女が現れたのですが、その顔は以前ほど凶暴ではなく、穏やかな雰囲気を持っていました。彼女は、ありがとう、仏だ、あなたはそれを喜んで受け入れてくれます、と言いました。指揮下で練習に行ってきました。もう陽の世界には止まりません。何を練習したいのかと聞いたのですが、彼女は私が死後の世界を開拓したいと言いました。この時、私は夢から目覚めました。心の中の大きな石を完全に手放しました。私もその夜、完璧を達成するために仏道に戻りました。仏様と先生に感謝しました。先生は、これは珍しい経験だと言いました。あなたは心の中で私を大切にしなければなりません。おそらく先生は、この野郎、二度とここに来るなと言いたいのだと思います。最初の物語の終わり。この話について、東京は修練というものを言いたいのです。あの世の人々は何も持ち去ることはできませんが、あなたのカルマは奪うことができます。したがって、言語の天才であり、言語を非常に早く習得する人がいることが分かったとき、それは彼らが前世で獲得した祝福です。すぐにお金を稼ぐ人もいますが、それは彼らが前世で得た祝福です。
来世に生まれたら覚えていないかもしれませんが、これらのことは一生続くものなので、誰もがもっと良いことを言い、もっと良い行いをすることを忘れないでください。忘れずにメッセージを残してください。金持ちになりました。おめでとうございます。次の超自然的な話をしましょう。この話は私の個人的な経験の中で最も恐ろしい話です。今でも話すとリアルすぎて怖いと感じます。誰にも言う勇気はありません。話は私が大学生の頃の出来事です。学生時代は夜間学校に通っていたため、昼間仕事をしていると仕事で不満なことが多々ありました。その時はちょうど仕事に慣れてきた頃だったと記憶しています。体調も悪く、人間関係もうまくいきませんでした。機嫌が悪いと思ったので散歩に行きたいと思いました。そこである日、友人に電話して、浄化夜市に行ってから海か何かを見に行くように頼みました。その時は私の精神状態があまり良くなかったからです。それで私は彼の家まで車で行き、その後タクシーで夜市に買い物に行く約束をしました。突然、大雨が降り始めたので、私たち二人とも心の準備ができていませんでした。雨宿りしてご飯を食べようと急いで餃子屋さんに行きました。しかし不思議なことに午後5時頃だったにもかかわらず、店には誰もいなかった。場所は松山駅の裏駅。あの時、どうして誰もいなかったのでしょうか？私たちのようなゲストのグループにサービスを提供することができて、どうしてこんなに幸運だったのか、今でも考えています。食事を注文した後、友人はメニューを受け取り、ウェイターと一緒に注文するためにドアに行く間、私の席に泊まっていてほしいと私に言いました。その日はとても暑い日で、実際に雨が降っていましたが、それでもとても暑かったです。店内にはエアコンがありませんでした。一人で席に座っていたら、突然、とても強い匂いがしてきました。背中から冷たい風が吹き抜けて、全身鳥肌が立った。その時はおかしいと言いたかったのですが、暑い日なのにどうしてこんなに寒いのでしょう？食事を終えた後、友人は、もう飽きた、と言いました。彼は海に行く代わりに、急いで家に帰って9時のテレビシリーズを見るつもりだったので、私は彼と一緒にタクシーをチャーターして、内湖の彼の借家に戻りました。不思議だったのは、タクシーに乗った後、私の友人は何も言わなかったことです。ただお互いに話をしなかっただけです。私たちは彼の家に戻り、午後11時から2時間のテレビシリーズを見ました。家に帰るべきだと思いました。彼女の家族は内湖の金龍トンネルの近くに住んでおり、山の近くにあります。とても不気味な感じがしました。歩いていると、だんだん怖くなってきました。バイクを運転しようとした時、夜に家に帰って幽霊に遭遇することはそれほど悪いことではないでしょうね、と思いました。考えた後、白峰橋を通過するためにバイクに乗って足周に向かって走りました。百見笹木橋の手前に信号があるような印象でした。90秒くらい待ちました。その時、私は待ちきれない、と思いました。ベーリングブリッジに着いたら、ゆっくり走らなければ間違いなく衝突すると思います。これは直感であり、感覚です。この時、突然スマホが振動しているような気がして、2回振動しました。いいえ、乗るまで待ってと言いたかっただけです。橋を渡ってからまた繋ごうとしたのですが、よく考えたら夜中に2回も続けて電話する人がいるでしょうか？緊急事態ですよね。そこで電話を取ると、それは友人のシャオフェイだった。電話を取った後、どうしたの？と言いました。シャオフェイは言った。あなた、どこにいるの？私は続けて、私は白峰橋にいて、家は橋の向こう側にあると言いました。シャオフェイは、この時突然思い出したのですが、あなたに伝えたいことがあるのですが、家に戻ってもらえますか？私は続けました。なぜ私があなたの家に行かなければならないのですか？電話で話すだけでも構いません。この時シャオフェイは、また来たよ。と言いました。それは面と向かって話さなければならない非常に重要な問題です。
正直に言うと、本当に遅いのであらゆる方法でやりたくないのです。ちょうど橋を渡って家に着いたのですが、乗って帰ってほしいと言われました。Hulu ではどのような薬が販売されていますか？電話で話せないことはありますか？考えを忘れましたが、それでも自転車に乗って待合室まで行き、彼の家に行く準備をしました。電話を切った時、私の携帯電話には20件の不在着信が表示されていました。20コール？私の携帯電話は常に私の隣にあるので、これは完全に不可能です。メッセージやバイブレーションがあると、必ずそれがわかります。しかし、途中で電話が聞こえたのは2回だけでした。帰り道、雨が降り始めた。私は前に温存していた黄色のライトジャケットを着ました。でも、それが手遅れなのか、エネルギー切れなのか、それとも他の理由なのかはわかりません。バックミラーを見て、風で膨らんだビニールのレインコートを見ると、後ろから髪の毛が飛んでいるように見えました。私のメガネが乱視だったから間違っていたのでしょうか？帰りは40分ほど乗ってシャオフェイの家に到着した。彼はすでに1階で私を待っていました。私が2階に上がると、シャオフェイは私にソファーに座るように言い、妹に家に来るように頼んだところだと言いました。彼女は私たちに待つように言いました。シャオフェイ姉妹はとても優しく、宮殿寺院を開いた先輩シスターはよく私にポジティブなエネルギーを与えてくれたので、その時私は少し興奮しました。深刻ですか？それから私は交差点で彼女を迎えに行きましたが、シャオフェイは私に、しっかり座ってください、と非常に激しく言いました。その時私は不思議な気持ちになりました。病気でしょう、ね。何に対して怒っているんですか？それから、間もなく彼女の妹が到着し近くに信者に違いない2人の少年がいた。彼女の妹は到着するとすぐに私を叱り始め、なぜあなたが彼に憑依したいのかと尋ねました。まだ混乱していましたが、この時から本当に無意識に体が震え始め、全身が震え始めました。とても寒く感じました。あれはまだエアコンをつけなければならない夏の日だったと思います。しかし、エアコンは全く作動しませんでした。私は突然震えて死にました。その時はまるで映画を見ているような気分になりました。姉はシャオフェイ、部屋に横なって体格をチェックしてくださいと言いました。彼はもっと敏感です。彼を追い出したい。取り憑かれてしまうのではないかと心配です。それからシャオフェイ姉妹は私に理解できない多くの儀式を行いました。彼女は突然、違う。と言いました。突然シャオフェイが部屋から飛び出し、男性信者2人が出てきた。私はシャオフェイを直接掴んだ。もう我慢できませんでした。シャオフェイは駆け寄って私の首を掴み、連れて行きたい、連れ去ってやる。と言い続けました。その瞬間、私は完全に怖くなってしまいました。とても怖かったです。まさか親友が私を絞め殺そうとするとは思わなかった？この時、先輩のお姉さんが印鑑堂に証文を押してくれました。それから私は彼らを見て、お互いに叫びました。最後に、彼らはいくつかの儀式を行いました。シャオフェイは黒い痰を吐きながら眠りについた。その後、私は尋ねますシャオフェイの妹、シャオフェイ姉。私の妹に何が起こったのですか？シャオフェイ姉妹は今、シャオフェイがあなたと一緒にリラックスするために行ったと言ったと言いました。戻ってきたら何かがついているような気がしたけど確認できなかったので電話してきました。その後、シャオフェイに電話するように頼み、10回以上電話をかけました。彼は応答すらしませんでしたが、すぐに私に電話して助けを求めました。私はすぐに線香をあげ、電話に出てくれたことを神様に伝えました。とても怖くなったので返信してみました。女の幽霊につきまとわれて家に連れて行かれそうになったってどういうこと？ついに女性の幽霊がシャオフェイに憑依した。シャオフェイ姉妹はうなずき、私が落ち着くよう助けてくれました。体中が震えていて、足の裏から暖かく感じられるほど寒かったです。気分がすっきりしました。
最後に、私は好奇心からシャオフェイ姉妹に尋ねました。あの女の幽霊は結局どうなったの？シャオフェイ姉妹は、それは赤い服と赤い靴を履いた幽霊だと言いました。彼女は非常に憤慨しており、自分の力を高めてくれる誰かを見つけたいと思っていました。彼女はもう幽霊ではありませんでした。彼女はまさに悪魔になろうとしていた。彼女は変身できず、魂を飛ばすことしかできませんでした。この件は結局のところ、ゴーストムーンだろうがなかろうが、幽霊が出る可能性が高いので、真夜中に海や人の少ない場所には絶対に行かないことを皆さんにアドバイスすることしかできません。あなたを連れ去ろうとしている人がそこに隠れています。実際、タオシンはシャオフェイが自分に戻るように言ったと思っていました。もっと怖いのは、餃子を買うお金を一銭もあげていないということです。何色の幽霊が一番怖いと思いますか？タオシンはそれが紫だと思います。その理由を説明するのは難しい。今日の話はここまでです。メッセージを残して超自然的な物語があれば教えてください。私の名前はタオシンですからまた会いましょう。